皆さんこんにちは。アシスタント背景美塾の前田ックスです。今日は質問背景美塾、今日の質問はこちらじゃん。なんかこれどう書けばいいの？はい、今日いただいた質問こちら、ぐにゃぐにゃした道路、こういったものをどう書けばいいのか。これは背景美塾の講師中山さんからいただいたお悩みなんですね。確かにこれを書こうとした時にはちょっと難しそう。どっちかっていうと感覚で書けばいいのかなと思うんですが、ただ感覚で書くにしたってどう書けばいいんだろう、悩んでしまうところなんでしょうね。なので今日はこれじゃないんですが、これに近いカーブしているようなものをどう書けばいいのかというものを感覚的に捉えてみたいと思います。さあまずはここにですね、クリスタのパース機能を使って書いていきましょう。クリスタのパース機能でん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 、パースを増やしちゃいましょう。パース2点突出しますね。2点突出ででこれじゃちょっとパース分かりにくいからもうちょっとアイレベルを高くしましょうか。アイレベル高くしよう。でん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 、こんな感じの構図にします。グリッド欲しいですね。グリッド来い来い、グリッド来い。でグリッドよいしょ、こんな感じ。グリッド細かすぎますか。じゃあちょっとこのグリッドをよいしょ、もう少し大きくしましょう。でんでんでん、これぐらい。よし OK。 はい、ではこれからここのパースの中に実際に道路っていうかぐねって曲がってるもの、曲線のやつ書いてみたいと思うんですが、曲線の道路を考えるときに曲線は難しいので直線から考えていきます。直線ね、ズンバン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 、こんな感じで。はい、さあでさらにこれ奥の方ね、ゴン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 曲げた。さあでここね、さらにこのちょうどグリッド1個分を道幅というふうにしまして、こんな感じでガンガンガンね。で奥の方のここですか、ここね、ここからガスン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 といきました。さあでじゃあこれただカクッとなってるわけなんですけども、これを曲線にするにはどうすればいいのかなんですが、曲線にするのであればね、ちょっとこれ少し大きめにしましょうか。よいしょ、大きくしよう、大きくしよう。はいね、この四角あるじゃないですか。でこの四角の中でね、よいしょ、カーブっつうとこんな感じかなみたいな風に書いちゃえばいいね。あら簡単、もうそれで OK ですよ。でもこれから書くのはちょっと難しいのであれば、こうやってまずは四角でカツクッと書いちゃってね、こういう風にもう後々にね、もう一回やりましょうか。ちょっと適当な感じになっちゃってるからね、もうちょっとね、これでんべん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 、こんな感じでね、あら曲線ね、もうこれで OK ですからね。あとはこのガイドになりそうなところを消しちゃえばいいでしょうね。ここら辺消しちゃえばいいじゃないのね、こんな消しちゃえばいいじゃないかな。もうそれでいいような気がしますよ、ね。ただこれ、今これ感覚でやりました。こういう感覚を持ってするといいんじゃないのっていう話なんですが、ただクリスタさんはね結構便利なやつでございますので、ここは私もっと綺麗にしたいし、曲線ツール使っちゃった方がいいんじゃないのという方もいらっしゃると思いますので、じゃあ実際曲線ツールでここを書き上げていってみたいと思いますね。まずは曲線にしたいスタートラインとゴールラインこれを曲線ツールでつないじゃうんですね。まずはやってみましょうか。ここはスタートだよね。で、ゴール地点はここだよね。で、そこでガーンとベジ曲線をこれで OK なわけですよ。で、あとはこれ消しちゃえばもうこれいらないところ消しちゃえば、いらないところ消しちゃえば、あらら便利、こんな簡単に曲線の道路が出来上がりました。で、ただこれってこうカクッとなっちゃってるじゃないですか。もっと緩やかなカーブにしたい、そういう願望もあるでしょう。じゃあちょっともう一回ね、線を戻してみましょうか。よいしょよいしょよいしょ。はい。さあまずはさらにですね、これちょっと引いて緩やかなカーブを作ってみたいと思うんですが、そうですね、内側のカーブ書きましょう。内側ね、大体この辺ですかここからここ支点にしてゴール終点はここですここでよいしょ、ベージェ曲線グワーンといってでさらに外側は円が広くなるところなんで、なので、外側の視点をここにしますここで終点ここです。大きいでしょ、終点ここそしたらこれをよいしょ、ベージェよいしょ曲線さあそしたらあとは消しちゃえばいいここいらないな、これいらないな、これどうもいらないいらないよと。
そうしたらどうでしょう。あれもうカーブの道が出来上がりました。もちろん厳密に言うとこういうわけじゃないかもしれない。簡単すぎるかもしれませんが、ただもしパース上にカーブの空間を描きたい、曲線の何か空間を描きたいという時には、こういう方法とかでもパッと見そんなにおかしくは見えないんじゃないかなと思うんですね。さあどうでしょう。クリスタ持ってる方であればね、こういうふうに簡易的に考えることもできるかと思います。もちろん 3D を当てはめるということもできるかと思いますが、ね、ご自身で書く場合はうまく活用してみてはいかがでしょうか。さあね、ただ実践的にね、今書いたのってこれなんかマス面こそって書いてるわけじゃんね、なんか実際の背景としてはイメージが湧きにくいという方もいるかと思いますので、実際の背景を同じ理屈でカーブを作ってみたいと思いますね。さあまずはじゃあちょっとこれ消していきましょうか。よいしょ。ね、さあ実際の背景をここにご用意します。じゃん。さあこれは近所のなんかカーブになっているところを取ってきました。でこのカーブになっているところを実際このまま線を、ね、これに合わせてトレースすればいいんでしょうけども、ただここではね、この写真をもとにパース定規を当てたものがあります。こちらじゃん。ね、さあね、ここにこんな感じで、このパースを当てるなんですかね、コツとしては、よいしょ、ここにある椅子ですとかね、このちょっと見えにくいですけども、このタイルのこういった線がパースラインになりますので、そういったところをうまく利用してあげると、こうやってね、このクリスタのパース定規も当てはめやすくなります。ね、でその時にここにマス目があるんですね。マス目がトン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 と、でこっちの方に12345、奥の方に12345ぐらいな感じでマス目がありますので、ね、先ほどと同じ理屈でいきますよ。奥の方のここね、ここをちょっと分かります？ここを視点にします。スタート地点で、そしたらゴール地点が12345、ここなんだここなんだここなんだここら辺に向かってね、ここら辺かな、ここら辺に向かってね、ゴール地点に向かって線引っ張ります。そしたらあとはベジー、よいしょ、ベジー曲線バッチリ合いましたね。理屈は理屈ですから、なので実際自分が見てるものにも同じような感覚で当てはめてあげれば、一応パースがついた空間でも同じような感覚で、ね、曲線を当てはめることはできる。ただトレースすればいいものでもあるんですけども、ね、理屈を頼ってみるだけでもちょっとだけね、自分の中でこうしようかな、手をいろいろとね、手段を考えられるんじゃないかなと思いますね。さあたまたまでしょと思う方もいるかもしれませんのでね、さあまだまだ行きましょう。よいしょ。さあ次の写真、同じ場所なんですけども違う角度でね撮った写真です。さあここもパースを出しましょう。パースカモン、よいしょ、パースで来た。さあね、でここに当てはめたパース、同じようにこのタイルの目地ですとか奥の方にあるこの椅子の部分ね、でこういったところに当てはめますとこういったパースになりましたね。さあ同じようにやっていきましょうね。すごいなと思うかもしれませんが、これ実践ですからね。まずはこのクリスタのグリッドのね交点、ここスタート地点にしましょう。ここね、よいしょ、ここはスタート地点だよ。視点ね、ここからクリスタのグリッド1、2の3で、奥も1、2の3、ここがゴール地点ね。見えますね。でここに向かってよいしょ、手を離して、まずはベジェ曲線、綺麗ね。もうこれパースですよ。あらね、真面目にもちろんトレースしてもいいんでしょうけど、こういう風な理屈を使うことによって、ね、パース上にある曲線を作るなんてこともね、実践的に考えるとありなのかなっていうふうに思いますね。さあではくねくね曲がった道ってじゃあどうしようかな。もう感覚というものを 100% 生かしながらね、ちょっとばかし背景を考えてみたいと思います。さあまずはここに写真ご用意しました。こちら背景美塾の近くにあります道です。でここの道をですね、トレースなりにですね、ちょっとペンを入れてみました。ドン。はい。さあね、あとは道路を書き込めばもう完成ですよという状態にしましたよ。さあでね、ここにまずパースを用意してみたいと思うんですね。で写真を元にしてパースを用意したところ、こういう感じですね。写真ちょっと置いときましょうか。このぐにゃぐにゃしてる中には2つパースが必要になりました、ね、なのでもともとこの奥の方の建物などを書いているパース間です。これが奥の方の建物を書いている時のパースです。
ね、で手前の方の道を描くときは違うパースが必要になります。でここら辺のパースをもっともっと知りたい方で、これ手前用のパースです。奥用のパースがこちら、ね、違う小線取ってるんですね。まあちょっと分かりにくいかもしれませんが。ね、で詳しく知りたい方は背景美塾の初級講座 DVD ですよ。はい、さあね、いきますよ。さあでは手前から奥の方に向かうパース間を使っていきましょうか。ね、さあではここにですね背景を書いていきましょう。ね、では奥行きいきます。これが奥行き、ベン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 、はい奥行きね。でさらに奥の方もギョン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 、こんな感じの奥行きでパースを取ってみましたね。で今度は奥の方の道路のパースを取りましょう。奥の方の道路はね、こっちの方の小線使ってる感じ、ちょっと密集しすぎて分かりづらいですが、これです。よいしょ、こんな感じでね。で奥の方、よいしょ、こんな感じかな。さあそうするとこれでカクンといったんですね。でもちろんカクンじゃダメなので、ここで、ね、奥の方、手前の方でここからカーブします。ここからカーブはここまでですからね。でこれをつなげて、よいしょ、ベジェ曲線ね、バッチ。さあで奥の方も行きましょう。ここがスタート地点で、奥の方はここら辺までしましょう。これまでね。そしたらベジェよいしょ曲線です。ね、今ざっと書いてこんな感じではありますが、どうでしょう、曲線こんな感じで書いてあげれば、まあ確かにトレースする時にも少し手間はなくなるんじゃないかなと。ね、まあちょっとざっと書いてますけども。さあでは奥の方もこれは手前のこのパーツを使いますので、そのパーツ間を使ってビヨンと引っ張ります。ね、さらに奥もビヨンとこれ引っ張ります。ね、さらに今度はグリといってこっち行きたい。ね、それはここの建物とこの道路を変えたパース間同じですから。ね、そこをですねビュンと引っ張って、これビュンと引っ張って、さあそうするとよいしょ、このような感じできました。ね、どうでしょう、ぐにゃ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 。よいしょ。ね、こんな感じでぐにゃ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 と、ね、なってます。まあこれね、手前の方曲線書いてますが、奥の方は意外にこの曲線感ってね、ちょっとこう強調しづらくなるところではあるんですかね。ね、なのでちょっとこれ奥はねこんな感じかなとか、ね、こんな感じかなとかね、どうですか。でなんとなくぐにゃ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 した感じの、ね、構図が出来上がってきました。でもちろんこれざっと書いていきましたけども、ね、これをより丁寧にね、なんとなく曲線とか使いながらで、こっち向かうパース、あっち向かうパースっていうものがある程度見えてくると、背景との親和性も比較的ね出てきますからね、気にしてみてもいいところはあるんじゃないかなと思いますよ。ね、若干ちょっと厄介めな感じのものを書いてきましたけども、ね、なんとなく皆さんそういうことかな、何かちょっとしたヒントにつながれば幸いです。はい、どうでしたでしょうか。今回の動画、これ良かったんじゃないのという方いらっしゃったらね、ぜひとも高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。ね、で、これどうすればいいのって悩んでしまう方いらっしゃったら、ぜひとも下のコメント欄でもいろいろとコメントいただければと思います。質問受けたまっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、では今日の背景美塾の動画、これでおしまい。最後までご覧いただいてありがとうございました。次回もまた見てくださいね。